Hi everybody. Today we are at a very special watch store in Kobe called Kamine. And we're joined today by Mr. Kamine himself. Kamine-san, you are the fourth generation owner of this watch shop called Kamine, and you have a bunch of locations in Kobe. Thank you very much for spending the time with us and joining us today. Can you tell us a little bit about your history? 私は芸術系の大学を出たんですね。アートユニバーシティ、それを卒業してすぐ上根に入社をしまして、ずっとそのまま、22歳の時から現在今まで延々と上根でこの仕事だけをしている状況ですね。で時計の、ビジネスっていうのは、1993年ぐらいそのぐらいからすごくブレイクしだして、そこから時計の扱いが会社の主力になったというそういうことですね。1993年頃に、フランク・ミュラーとかパネライウォッチとか、そういうのが日本に入ってきて人気がバッとブレイクしだした。そこからスタートしていった。Because Frank Mueller in Asia was really like in the 90s one of the hottest brands. Yeah, そうですね。I think it was even more popular than in the West, right? そうですね。アジアですね。アジアで特にシンシアっていう大きなウォッチショップがありましたけど、そこがメインでやってましたね。香港とか、シンガポールなんかですごくたくさん使ってましたね、シンシアが。当時はすごいのがありました。フランク・ミュラーでもコンプリケーションとか、彼が実際に携わってましたから、すごくいいものが多かったですね。Can you tell us a little bit about Kamine, the business from start to finish? Because it's very rare to see a business have gone on for so long, but I think that's more common in Japan. 特に意識して続けようとしたわけではなくて、ただもう延々とひたすら時計と宝飾だけを集中してやってきた。それと対お客様に対してもう真摯な姿勢を貫く、もうこの2つやと思うんですよ。商品とこちらのスピリッツ、マインド的なもの、ここをもう研ぎ澄ましてずっと続けてくると、結果的に今116年なんだけど、そこまで続いているということですね。意識してできることではないと思いますね。That's wonderful. フォーカス。I guess when Kamine first started, clocks were probably a big part of the business too, right? もちろんやってますね。Was it mostly Swiss or were there other countries as well? いやもうやっぱり工芸品的なアート、いわゆるインテリアの要素がすごく大事なので、ジャガルグルトのアトモスとか、そういったものがいいですね。あるいはキニンガーとかチャイムの鳴るもの、そういうものがいいですね。The question I asked earlier was actually, when they first started, was it primarily Swiss brands, or were there also like American brands, English brands as well? 116年前っていうのはね、それほど腕時計はこの世になかったんですよ。将校時計、いわゆるミリタリーウォッチとか、懐中時計とかですね、そういうものが主流だったんですね。あとこういう壁掛け時計とか、そういうものにつけるチェーンとか、そういうものをやってたんですね。それは主にごくたまにアメリカ製のウォルサムとかそういうものがあったことは聞いてますけども、100年ぐらい前の話っていうのはこの腕時計で国産とかスイス製とかそれはまだ存在してなかったと思いますね。So this is something I don't know very much about, but did Kamine sell pocket watches for kimono as well? 昔ありましたね。ちっちゃいここに帯の中にシュッと入れる。I see. Were these like specifically for the Japanese market? いやだけどそんなに数がたくさん出るわけじゃなかったので、あんまり日本向けに作ったっていう意識は欧米スイスにはなかったと思うね。たまたまそういうのを見つけて日本人が。昔ピアジェのコインウォッチがあって、側をここをポンと押すと蓋がピッと開く、そういうものを日本の有名な歌手が着物のここに入れてましたね。ピュッと出してピッとパカッと。素晴らしいです。It's quite cool, right? To go like this and yeah. So I like it.
Cool. Okay. And since you took over, how has the business changed? まあ一番大きいのはですね、1995年のこのエリアに大きな地震があったんですね、阪神大震災。それで当時店が2軒あったんですけども、それが2つとも倒壊しまして、でもうこの先もうアウトかなと思ったんですけど、お客様が大勢支援していただきまして、で店を再興することができた。でその、ほどなくして、時計のブーム、それがもっと加熱していったんですね。95年の23年前から時計はじわじわ来てたんですけども、地震があった95年の直後にさらに時計がダーッとヒートアップして、いろんなものが日本に入ってくるようになって、日本で時計文化が本格的になったのはその頃やと思いますね。はい、それまではそんなに日本では時計っていうのはオメガ、ロレックス、あるいはセイコー、そういうものが主流やった。That must have been a big shock right at the beginning of your career. もう大変なことでしたね。だからこの神戸の街並みは地震の以降ガラッと変わって随分整備が進んだんですよ。だから道も広くて電信柱もないし、そういう、地震の後すごく美しくなりましたね。So interesting. What do you think about the Japanese brands in the market right now? Because you carry a few Japanese brands too, right? ジャパニーズブランド、特にセイコーウォッチのグランドセイコーシリーズですね、辺りの製品のクオリティっていうのは世界でももうトップランクやと思うんですよ。ケースの仕上げ、文字盤のクオリティ、ムーブメントの素晴らしさ、そういう点で非常にグレートやと思ってるんですね。だけどそれ以外のセイコーシーズン、カシオ、いろいろありますけども、そういったものはやっぱり時間を計るための道具、そういうふうな側面にあるものっていうのは難しいんですけども、いろんなものがいっぱいありますんで、スマホもありますし、だけどグランドセイコーのそういう高級品、それはどんどん人気が高まってくると思ってるんですね。And you are also a seller of Naoya Hida, right? いや、What attracted you to Hida-san or to Hida-san's watches? 日田君がね、もうとにかく20年来の知り合いなんですね。昔ブレゲとか、いろんな時計を営業でうちに来てた。その頃からいろいろ時計の話をして、で時計いろんなものに関してなんだけども、日本で最も詳しいんじゃないでしょうかね、彼が。ブレゲ、エッフィジュルヌもずっと彼との取引でしたから、だからその時計扱ってる自分のものだけではなくて、ヴィンテージの世界、アンティークの世界、あるいは服飾の関係、非常にバランスのいい深い知識を持ってる方ですね。それと話が非常に分かりやすくて明快な言葉で表現されるので、彼との話は本当に面白いですね。楽しいですよね。尊敬してますよ。その彼が時計を作るってね、自身でエッフィジュルヌを辞めた後しばらく充電してたんですよ。何してんのかなと思ってたんですけど、久しぶりに会うと自分で時計を作ることに決めた。この再会がですね、バーゼルフェアのパティック・フィリップのブースの前で久しぶりやねってあったんですよ。そこで時計を、自分で作ることに決めたという話を聞いたんですよ。で私びっくりしまして、できたら教えてくれっていう話をしたんですね。でようやく完成したっていう話を聞いて、東京に私彼に会いに行って、この時計を見せられて、一本私にもぜひお願いしますということでこれ買ったんですよ。敬意を表して、でその当時はまだ誰もカスタマーも誰も知らなかったんですけども、じわじわと、マークさんの影響もあるんかもしれないんだけども、この時計をいろんな方面からこんなお客さんいたんかっていう、そういう方からオファーがかかって、この時計を扱うことによって素晴らしくこの見識の高いコレクターとご縁ができるようになったので、
この時計を扱うっていうのはこの時計以上にそういう価値があるなというふうに思ってますね。I mean, Kamine-san is very right. Like, in the case of Hida-san, and I guess this is true of a lot of kind of the more special watches that we deal with. It's about the watch, of course, but it's also about the person. Like when I met Hida-san and he was talking me through the watch, I was like, oh, I really like not just the watch, but what this guy is all about. And so I feel like, oh, I also want to try and support him somehow. だから飛田君がねマークさんに目をつけていただいたっていうことを私に初めて話した時に数年前でしたけどものすごく喜んでたんですよ。もうワオっていう感じでマーク長が私の時その話すごくよく覚えてますよ。It's true. I exist. I'm not just a figment of the internet's imagination. I really am a real person. I'm not a phantom of the internet. まあだけどそういうコミュニティによってね時計の人気というか評価がバーッと上がっていくっていうのは今の時代のことですよね。これまでと全然違うその展開になってますね。Speaking of community, actually, like, do you ever have customers kind of meet through the Kamine store and then start to become friends? それを提供する場をこの夏にそういう店をオープンしますし、普段はこういうサロン各店7店舗ありますんで、こういうスペースがありますんで、そういうところでフェアをするんですね。カクテルをシャンパン出したりとか新作の紹介とか、そこでお客様が何人か来られて、横横でお客様が親しくなって、私とこでそのフェアがあるとシャンパン、その後親しくなって、その後夜中まで時計談義をしたという話はちょいちょい聞きますね。お客さん初対面ですごくそれから親しくなってすごくお友達になられてる、そういう話多いですね。And do you see that as like the future of Kamine as a store? そうですね。あくまでオフィシャル、いわゆるスイス本社、日本の正規代理店、そのきちんとした正当なルートで、しっかりとお客様との間の後々のアフターケアっていうのはすごく大事ですから、そういうしっかりしたお付き合いができるような体制をもうコツ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 と続けていきたいと思いますね。でやっぱり最近はメディアが発達してるんだけども、やっぱり言葉で伝えることがすごく大事なので、そういう場にぜひお店をしていきたいですね。実際にリアルでお客様に説明してお客様に感動していただける、そういうステージにしたいですね、店を。ぜひ来ていただきたいですね、そういう意味で。Yeah, I mean, with watches, like, it's always fun to transmit your passion, right? And you kind of can do that through. It's best to do that through a few different ways all at the same time, right? You're looking at the watch, you're hearing about the watch, and you're also kind of understanding some of the emotions behind the people who made the watch too. All that comes together to get people excited about it. もうその通りですね。もう時計のね、ムーブメントの説明だけではもう売れなくなって、いろんなことをお話ししないとダメ。そういう点では難しい時代になってますけどね。Speaking of movement, because you were mentioning earlier that your customer base has kind of changed a little bit, right? Like the customer base has become younger. Has also the industry that they come from changed as well? I guess what I'm trying to get at is like, I have this theory that a lot of the new people buying watches now are younger and from the tech industry, and so they have more patience to like learn about a movement. But I don't know, is that true or not? 時計のムーブメントについてですね、質問されるお客様っていうのは、十数年前まで結構いらしたんですよ。例えばフレデリック・ピゲのムーブメントとかレマニアのムーブメントとかいろいろありましたから、で中のクロノグラフのクラッチの構造がどうかとか、並列クラッチとか垂直クラッチとかいろんな質問があったんですけど、最近はもう完成形の時代になってますので、ムーブメントが素晴らしいっていうのはもう約束事なんですね。皆さん大体分かってらっしゃる。だからそれ以上に外装の仕上げとかですね、このブレスの構造とかですね、あるいはこの巻き感とか
もうこの手触りとか、それと文字盤のこのアート的要素、そういうものを総合バランスとして評価するお客様が増えてるから、ムーブメント一点にこだわってどうこうっていうお客様はどっちかというともうヴィンテージとかそっちの方向に行かれる方が多いですね。今の源流比に関してはもう総合バランス、あと装着フィット感、そういうところで見られる方が増えてると思いますね。All right. Well, listen, I don't want to take up too much of your time. We always end these interviews with by asking our guests if they could give us a little bit of advice, some sort of like life lesson or life habit that they have that they think really has helped them a lot. 神を信じることかな。だから毎朝ここのすぐ近くに有名な神社があるんですよ。ちっちゃいシャーリン神社がね、そこに朝と帰り参拝して帰ることにしてますけど、はい、それと物事を悪く考えないようにするためにやっぱり神様がいつも守ってるというような思いをただシンプルに考えてるだけです。突然そんな重い質問困ります。That's wonderful. シンプル、very simple. Simple but effective. Thank you. Kamine-san, thank you very much for your time. Thank you. Thank you. And thanks for watching, everybody.